山線信濃鉄道長野電鉄はお乗り換えです。仲が悪いし、仲が悪い。じゃあご案内いたします。はい、ありがとうございます。そうです。はい、10時くらいにまた違った雰囲気、はい、少し肌寒いかもしれないですけど。こちらがウェルカムドリンクの白樺茶でございます。白樺茶。ごゆっくりお過ごしくださいませ。はい。ではこちらにですね、お薬様ご本人様のご署名とご同伴者様のお名前お願いいたします。本日ご夕食が鉄板焼きで20時半で承っております。明日はですね、11時までごゆっくりおくつろぎいただきます。朝食が8時、9時、9時半とお選びいただきまして大体で、夕食の際にですね、砂糖ベリー 150g 追加というふうなご連絡いただいてますので、こちらもお持ちで。こちらがですね、ただいまの時間から19時までご自由にお楽しみいただき、はい、アルコール、ノンアルコールとご準備しております。こちらのロビーと外の雲のテラスも同様にご準備しておりますので、お好きな場所でおくつろぎください。こちらがですね、スーベニアショップでございまして、フグオリジナルのアメリカや長野県の厳選した
105号室となっております。105、はい、1階の一番奥の方ですね。でご夕食、ご朝食とレストラン、軽井沢シオンがちょうどこちら真上2階ございますので、エレベーターで上がっていただいてすぐ右手側、はい、レストランございます。ありがとうございます。はい、お部屋の鍵でございまして、オートロックではございませんので、はい必ず外出の際、はい、施錠お願いいたします。ではまず奥ですね、ダイヤエタノール暖炉でございまして、鑑賞用の暖炉でございます。はい。で、点火の際、私どもバトラーの方がお客様在室中に参ります。で、あくまでも鑑賞用ですので、お部屋が暖かくなったりとかは。あ、そうなんですか。火を楽しんでいただくという形になります。ありがとうございます。で、こちらですね、札がついていないものに関しましては、カフェからのおもてなしとなっておりまして、ボトルに入っているもの、信州そばどころでございますので、そば茶で、はい、ご用意しております。ぜひこちらのお茶菓子とともにお楽しみください。はい。ホットのお飲み物もですね、こちらでケトルでご準備ございまして、このようにこちらの中コーヒーございます。はい、こちらのコーヒードリッパーでぜひお楽しみください。これドリッパー？そうです。昨日。どうしようなって。大塩温泉。で、バブル、大体お湯の温度が 41.5 度に設定されております。で、下にですね、バブルございますので、ひねっていただいてお水出てきます。ご調節お願いいたします。で、
色の濃いものが館内着でして、お部屋以外のレストランやロビーでもご着用いただけます。下のグレーのものがパジャマでございまして、パジャマとお風呂場にあるバスローブはお部屋の中でご着用ください。でもしですね、鉄板焼きそんなに匂いとか気になるようであれば館内着おすすめしております。じゃあ開けていただきますと、使用済みのグラスやタオル交換希望ございましたらこちら入れていただいてですね、こちらの横のボタンを押していただきますと順次回収に参ります。もしお急ぎで交換希望の場合はテレビ横左側にバトラーデスクに通じる電話ございますので9番までお電話ください。ご案内いたします。こちらの席で。こちらですね。はい、どうもありがとうございます。こんばんは。失礼いたします。使いも可能なんですけど、いかがでしょうか。本日のメインのお肉ですね、信州りんご和牛という使用しておりまして、サーロインステーキかフィレステーキかどちらかお選びいただけるんですけど、いかがでしょうか。じゃあ、フィレット一つずつそのシェアしますか。はいプラス、シャトーブリアン。はいっていう感じでよろしいですね。はいで最後のお食事なんですけれども、ガーリックライスか、もしくは、ね、黒毛和牛の筋をトロトロになるまで煮込んで、信州味噌で合わせたもの、別で白ご飯がつくものになっております。それから、白ご飯単体と3つの中からお選びいただけるんですけど、いかがですか。で本日のお魚がですね、下ビラメ、ホタテムースを下ビラメで包んで白ワイン蒸しにしてウニクリームソースをかけたものになっております。で左下の方なんですけれども、水槽で生きている、ね、アワビであったりだとか生きている伊勢エビに差し替えも可能なんですけども、いかがでしょうか。
の部なんですけども、左上の方からですね、はい、長野県産のパープルスイートロードっていう、紫芋ですね、はい、そちらの方、クリームチーズと合わせたカナッペになっております。ベニキャビアの方を添えさせていただいております。で右の方がですね、今が旬の長野県産のイチジクですね、こちらにハモンセラーノっていう生ハムを添えさせていただいてオリーブオイルをかけております。で手前の方がですね、ダランティーヌって長野県の真田丸っていう地鶏がいるんですけれども、そちらの方にね、中に詰め物をしてインゲンとかピスタチオとかマッシュルームとか入っております。こちらのソースなんですけども、マスタードを効かしたり、ポルト酒ってすごく甘みのある、ベースにお酒をベースにしたソースを中にマスタードを入れてどうぞお召し上がりください。はい、どうもあり信州りんご和牛になっております。信州りんご和牛っていうのはですね、長野県りんごがすごく有名でして、例えばりんごちょっと型崩れで売れないようなりんごであったりだとか、りんごジュースを作った時のりんごの搾りかすとかを牛の餌に混ぜるらしいんです。そうすることによって、アミノ酸とかオレイン酸がね、すごくグッと増えるらしいんです。でアミノ酸とかはね、すごくうまみの元なので、すごく美味しい牛が育つみたいです。はい。ありがとうございます。マールのね、マーレールの頭とか、あとブラックタイガーとか、信州産のすごく甘いお野菜です。そちらをね、炒めまして、じっくり煮込んだスープになっております。すごくね、濃厚な梅のスープ。泡立てカプチーノ仕立てにしてます。長野県のくるみが有名ですので、ちょっとね、くるみをちょっとアクセントに入れさせていただきます。玉ねぎのビスクスープになっております。はい、どうも。本日のお作りになっております。本日のお作りなんですけれども、今が旬のですね、寒ぶりですね。すごく甘なぶりになっております。あとは、北海道産のホタテを軽く炙ってイクラを添えさせていただいております。で、長野県産の信州サーモンですね。こちらをマリネしまして軽く燻製しております。で、ソースの方がですね、カナマンシービネガーというちょっと酸味のあるソースになっております。手前の緑色の粒なんですけれども、
安曇野産のね、わさびのジュレになってるんです。で右の塩が、フルルードセルというちょっと甘みのある岩塩になってますので、そちらのお好みでお付けになってお召し上がりください。すごいね。動いてますね。本当ですよ。本当にさっきまで水槽でいいですか。あ失礼いたします。下べらめをホタテのムースを下べらめで包んで蒸し上げて白ワイン蒸しにしたものがこちらのソースがですね、この下べらめの骨とか軽井沢産のお野菜を使いましてじっくり煮込んで出汁を取りましてクリームとウニで伸ばしたものがウニ。こちらのアクセントとして赤パプリカのピューレですね。キーム、プチトマトとウニになっています。こちらがアメリケーヌソースとエビの出汁からとオマールエビの出汁からすごく濃厚なソースに。おしゃぶりする。ごちそうさまでした。口直しのシャーベットになっております。お魚のソースが濃厚でしたので、さっぱりしていただくためにレモンですね。オーガニックのレモンを使ったシャーベットになっております。どうぞお召し上がりください。本
長県リンゴが有名ですので、はいリンゴの粉末を岩塩に混ぜたリンゴ塩というものになっています。で真ん中の方がですね、長野の郷土食の醤油豆っていうのがございまして、こちらをベースにした、ね、ステーキソースになっています。で右の方がですね、安曇野産のわさびになっております。ちょっとフランベだけ出していただきます。はい。信州リンゴ和牛ヒレステーキとサーロインステーキになっております。右下の方がサーロインステーキになって左の方が両方ヒレステーキになっております。で黒い粒なんですけれども生のブラックペッパーになっておりましてそのまま食べれるブラックペッパーになってます。3粒にはお肉とご一緒にお召し上がりいただくとちょっとピリッとして美味しい感じになってますので、どうぞお召し上がりくださいませ。さあブラック肉の後のお食事なので、どうしてもお腹いっぱいじゃないですか。さっきの油とか入れちゃうとどうしてもべちゃっとしたご飯になっちゃうんです。なるほど。今べちゃっとしたご飯でできたらしんどいじゃないですか。なので極力ねパラッとするように卵も入れたりだとか、最小限の油で下を作ったりだとかそういうのをしてるんです。ガーリックライスなんですけれども、さっぱりお召し上がりいただくために大葉を入れるんですけども大丈夫でしょうか。はい。大丈夫です。あと長野の名産の、トッピングに野沢菜漬けと、はい。長野発酵が有名ですのでニンニクを発酵した黒ニンニクの方もトッピングしてるんですけどもはい。大丈夫でしょうか。はい。全然大丈夫です。こちらがだし醤油になります。だし醤油をちょっと焦がして焦がしだし醤油にしてあげてガーリックライスと絡めてあげるとすごく香ばしいガーリックライスすごくご飯にかけてもらったのでこちらにお好みで調理をお召し上がりください。長野の名産の野沢菜漬けですね。ちょっと食感がねポリッとして美味しいかなと思います。長野県発酵がすごく有名でして信州味噌とかもそうなんですけど、そのステーキソースの醤油豆とかも発酵文化がすごい、長野県って日本全国一位の長寿の県と言われてる。あ、そうなんですか。すごく体にいいので発酵食品刻みのりでガーリックライスもちろん大変お熱いので気をつけてあ、どうもありがとうございます。
新味噌のおりになります。味を効かした味噌で作った味噌漬けですね。品書き最後の水菓子でございます、はい、信州のフルーツバニラアイス、そしてこちらドーム状のチョコレートの中にありますのがフランボワーズのテリーヌでございます。ドーム型のチョコを、スプーンで崩しながら一緒にテリーヌとお召し上がりくださいませ。はい、失礼いたします。ごゆっくりごくつろぎください。どうもありがとうございます。こちらの席でございます。はい、どうも。今日信州のちぶたを入れました。クリーミーな麹仕立てのお鍋となっております。こちらは生クリームと麹を合わせた、はい、お出汁になっております。器の中にホタテと舞茸をお入れしております。その上にかけております茶色いものがリンゴをすりおろしたおろしポン酢となっております。小鉢の煮浸しの上には揚げたスルメを添えておりますので、こちらにアクセントになって、はい、美味しく召し上がっていただけます。信州のリンゴでした。そうですね、ちょっとその日によって種類も違ってくるんですが、シナモンスイートでしたり、あとは、サンフジですとか、はい、そういったものを信州産のリンゴを使用しております。こちらが漬けマグロの漬けになっておりまして、
して上にかけておりますのが信州特産のくるみを使ったくるみ醤油となっております。はい、もしよろしければこちらを海苔に巻いてお召し上がりください。上段には温かいお料理と下段に冷たいお料理ご用意しております。でこちらが長野県産コシヒカリでございます。私の方でお分けすることも可能ですが、よろしいですか？お願いします。浅間614号東京行きです。